こんにちは、ハーリーです。今日は本当に美味しい池袋ラーメン5選をご紹介します。皆さん、池袋でラーメンを食べようとなった時にどこに行くのか迷いませんか？池袋ラーメンで検索すると大量に出てくるし、醤油、味噌、豚骨など種類も多くて、結局いつものお店になってしまうなんてことありますよね。そんな迷える皆さんに今日の動画では、池袋ラーメンでこういうシーンならこのお店という決め手を5つご紹介します。一方、人気どころをとにかく知りたいという人もいると思うので、今日の動画の最後、おまけコーナーでは食べログのランキング順にこの時間なら待たないや名物はこれといった情報も20位まで解説しますね。今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日ご紹介する5つのお店の場所はこちらになります。それでは早速参りましょう。1つ目の店は麺屋フルルさんです。池袋駅西口から10分、C6 出口からなら5分のところにあります。フルルさんはデートや女性一人でも入りやすいおしゃれなラーメン屋さんです。店主が大のハワイ好きなので、店内はまるでハワイアンカフェのようなおしゃれな空間です。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方が1人や2人で来ています。男女比は男性6対女性4くらいで、ラーメン店にしては女性のお一人様やデートで来ている方が多いのも特徴ですね。メニューはこちらです。フルルさんといえば曜日ごとに変わる種類豊富なメニューも魅力なので、僕の方で分かりやすいように表を作ってみました。全メニュー制覇した僕のおすすめとしては、僕みたいにがっつり味が好きなら豆乳担々麺、僕の奥さんのように上品な味が好きなら王道の醤油そばがおすすめです。こちらが僕が大好きな豆乳担々麺です。このラーメン本当に美味しいです。見た目の通りピリッとくる辛さがありながらも、豆乳効果でマイルド感も感じられる非常に奥深い味わいです。あっさりながらもコクのある唯一無二のラーメンなので、がっつり好きの人には必ず食べてほしい味ですね。フルルさんはこの美しくて美味しいラーメンとおしゃれな空間はもちろん、店員さんの接客も本当に素晴らしいです。ひっきりなしにお客さんが入る大人気店でありながら、提供も丁寧でお客さんのことをよく見ています。僕の奥さんが豆乳担々麺を食べてみようとした時に、すかさずエプロンを提供してくれた時には感動しましたね。待ち時間としてもオープン時間や2時以降を狙えば比較的待たずに入れるので、味、空間、接客、待ち時間など総合力で僕が一番好きなラーメン屋さんですよ。デートでも行きやすい上品なラーメン屋さんにぜひ行ってみてください。2つ目のお店は東池袋大正軒本店です。東池袋駅からすぐの高架下にあります。大正軒さんはつけ麺の生みの親と呼ばれる山岸和夫さんが1961年に開業したお店です。店内席とテラス席がある昔ながらの空間で、お客さんは30代から60代の男性が多いです。メニューはこちらです。名物は特製盛りそばなので、迷ったらこちらをいただきましょう。こちらが名物の特製盛りそばです。この盛りそばめちゃめちゃボリューミーです。950円なのに麺の量はなんと 320g もあって、箸で持ち上げても中からどんどん麺が出てきます。スープは酸味と塩気が強く、自家製麺と絡んでお箸がどんどん進む美味しさです。大正軒さんといえば今や日本全国に数多くの店舗があるんですけど、その創始者である山岸和夫さんの人生をかけて生み出した味を守り続ける総本山がここ東池袋大正軒本店なんですよ。
実はここ本店も街の再開発によって2007年には一度閉店したんですけど、ファンからの熱い要望によって1年後の2008年には復活したという歴史もあります。そんな歴史を持つだけあって、こちらの店舗には常連のお客さんも多いですね。池袋の中でも最も歴史を楽しめるラーメン屋さんなので、ぜひ行ってみてください。3つ目の店はてちやんさんです。西池袋公園の裏にあります。お昼は曲がり定食やほのかさんが営業しているお店ですね。てちやんさんはラーメンを1日8杯食べた店主が提供する締めのラーメンとしても使える飲み屋さんです。店内はカウンター6席のみのコンパクトな空間です。こういう空間だとお一人様でもフラッと入りやすいですよね。メニューはこちらです。お酒とともにおつまみを頼むのもあり、飲んできた後の締めのラーメンとして使うのもありといういろいろなシーンで利用できますね。この日の僕は締めのラーメンとして行ってビールとラーメンをいただきました。てっちさんのラーメンは週替わりなんですけど、僕が特に大好きなのが土曜日数量限定のウニそばです。もうこの美しさから美味しさが伝わってきますよね。てっちさんの店主は1日8杯ラーメンを食べたことがあるほど大のラーメン好きなので、正直ラーメン屋さんとしても出してほしいくらい最高に美味しいラーメンです。店員さんが気さくに話しかけてくれるので、一人飲みでも気軽に利用しやすいですよ。池袋で夜にラーメンなら絶対に外さないお店なので、ぜひ行ってみてください。4つ目の店は絆屋さんです。池袋西口繁華街の入り口にあります。絆屋さんは池袋で人気ナンバーワンの横浜家系ラーメンです。座席はカウンター12席のみで、お客さんは20代から50代の1人とか2人で来ている男性が多いです。メニューはこちらで、人気なのは左上の特製ラーメンですね。家系ラーメンなので、食券を渡すときに麺の硬さ、味の濃さ、油の量の好みを伝えましょう。絆屋さんは家系の中でも本家に近い味を提供する中野区野方にある木戸屋で修行した方がオープンしたお店で、大の家系マニアからも認められる名店です。ただ今回僕が絆屋さんを紹介した理由は、美味しいラーメンだからではなく、思い出のラーメンだからです。僕は大学生の時にラーメンにハマって、当時週3で食べていたのが家系ラーメンだったんですよね。家系ラーメンを食べると僕は大学時代を思い出すので、家系ラーメンは僕にとって特別な存在なんです。数多くのラーメンの中で皆さんが選ぶときに思い出という軸を持つと、ラーメン選びの決め手になるなと思って今回ご紹介させていただきました。皆さんの思い出の味は何ですか？ぜひ行ってみてください。最後のお店はジャパニーズラーメン五貫さんです。池袋駅東口から10分、ハンバーガーで有名なナンバー18さんの近くにあります。五貫さんは今年4月にオープンし、瞬く間に食べログナンバーワンとなった至高のラーメンです。店内はキッチンを囲うようにこの字型のカウンター席があります。後で解説するんですけど、五貫さんは入店難易度が非常に高いので、お客さんは若者から大人まで様々な方が来ています。メニューは醤油塩ラーメンとつけ麺、お肉ご飯があります。卓上にある案内の通り、五貫さんは食材に非常にこだわっているので、普段トッピングを頼まない人でも、せっかく五貫さんに行ったなら必ず特上ラーメンを頼みましょうね。僕は奥さんと行って特上醤油ラーメンと特上塩ラーメンをいただきました。こちらのラーメンめちゃめちゃ美味しいです。スープは地鶏だしや貝だしを使用していて、最初に貝の旨味が感じられて、後からすっと鶏と醤油が感じられます。醤油のキリッと感が欲しい人は醤油ラーメン、鶏や貝をそのまま味わいたいという人は塩ラーメンを選ぶのがおすすめですね。
ワンタンや薄切りチャーシューなどのトッピングも一つ一つのクオリティが非常に高いです。普通のラーメンとは一線を画す味なので、池袋で人気ナンバーワンになるのもうなずける実力です。ちなみに店主は一風堂などを運営する力の源ホールディングスで12年間勤めた後に独立されたみたいですよ。五感さんは食べるのが非常に大変なので、最後にその方法について解説しますね。2023年12月現在、五感さんは記帳制になっています。記帳時間はお店の Twitter、今でいう X にて毎日発信されています。僕は3度目の訪問でようやく入店することができて、1度目は9時30分記帳開始の日曜日に9時25分に到着して120番目で記帳できず、2度目は9時30分記帳開始の土曜日に9時に到着して50番目。この時は食べられるかなと思ったんですけど、2つ前の人でちょうど枠がなくなってしまい食べられず、3度目は9時30分記帳開始の土曜日に8時30分に到着して34番目、1時半の枠に記帳できました。枠の数は64枠しかなく、1人2名まで記帳できることを考慮すると、皆さんが休日に行くなら8時30分を狙っていって40番目以内に並ぶのが安全ですよ。僕みたいに3回も行く羽目にならないよう8時30分には向かってくださいね。今日は本当に美味しい池袋ラーメン5選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は5つのお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてくれると嬉しいです。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。デートや女性一人でも行きやすいハーリー的総合満足度第1位のラーメン屋さんなら麺屋フルルさん。これぞ元祖つけ麺、日本つけ麺の生みの親、山岸和夫さんが開業した歴史あるラーメン屋さんなら東池袋大正軒本店さん。夜ラーメンなら絶対にここ、一人飲みにも使える悪魔的なラーメンならてちやんさん。ハーリーの思い出の味、東京でもトップレベルの家系ラーメンなら絆屋さん。今年4月にオープン、瞬く間に池袋ナンバーワンになった至高のラーメンならジャパニーズラーメン五貫さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。今日のおまけでは食べログ池袋ラーメンランキングトップ20を解説します。20位の元祖明太煮込みつけ麺さんはゴージャスな空間で女性も多いお店です。明太子を使ったつけ麺が有名で、麺を食べた後にご飯を入れておじやでもいただくのがポイントですね。19位の喫水さんはサンマ中華そばのお店です。サンマをはっきりと味わえるのと、人気店ながらもそこまで待たないのが特徴ですね。18位のかがりさんは銀座でも大人気の鶏白湯そばのお店です。駅直結で収録出口の内側にあるので、雨の日にも利用しやすいですよ。17位のベジポタつけ麺えんじさんは胚芽麺という小麦の風味がある栄養価の高い麺をドロドロタイプの濃厚なつけ汁につけていただくお店です。16位の琥珀さんは今年4月にオープンしたしじみをたっぷりと使った中華そばです。1号店である蒲田はミシュランビブグルマンに選ばれているほどの実力店ですよ。15位の麺屋中川さんは去年オープンしたばかりの特製鶏魚介つけ麺のお店です。デートや女性同士だけで来ている方も多いおしゃれさが特徴ですね。14位のからしび味噌ラーメンきかんぼうさんは池袋で辛さとしびれを味わうならここというラーメン屋さんです。いつ行っても行列のできるお店なので、ランチのピーク時を外していくのがポイントですね。13位の無敵屋さんは海外の方が非常に多いです。正直僕はあまり好みではなく、インバウンド客狙いのお店なのかなという印象なんですけど、いつ行っても行列ができるお店なので、家系ラーメン好きの人は一度トライしてみてほしいですね。12位の東京アンダーグラウンドラーメン感謝さんは
池袋駅直結東武ホープセンターに入っているめちゃめちゃ立地がいいお店なので、駅から出たくないなという時に真っ先におすすめしたいラーメン屋さんですよ。11位の鳥の穴さんは池袋の鶏白湯ラーメンで人気ナンバーワンのお店です。こちらは行列ができる人気店なので、ピーク時を外していくのがポイントですね。10位のヌードルボイスさんはなんとホタテを使ったラーメン屋さんです。数多くのラーメン屋さんがある池袋でもホタテを使うお店は非常に珍しいので、ホタテ好きの方はぜひ行ってみてほしいです。9位の二郎さんは二郎です。8位の絆屋さんは今日ご紹介したお店で池袋の家系ラーメンでナンバーワンのお店ですよ。7位の六房担々麺さんはしびれと辛さが癖になる汁なし担々麺が有名なお店です。日式と生徒式の2種類があるので、比較的コクとまろやかさを重視するなら日式、唐辛子と中国のスパイスであるホアジャオのしびれと辛さを求めるなら生徒式を選ぶのがポイントです。6位の品そば田中さんは池袋よりも大塚駅からの方が近い場所にある淡麗系のトリュフそばと濃厚系の煮干しそばが有名なラーメン屋さんですね。5位の桑原さんは池袋の塩ラーメンでナンバーワンのお店で、塩味を思いっきり感じられるラーメン屋さんです。4位のまみやなさんは濃厚魚介つけ麺のお店です。銀座におぼろ月というよく似たつけ麺屋さんがあって、そちらも毎日行列ができる大人気店ですね。3位の花田さんは池袋の味噌ラーメンでナンバーワンのお店です。少し二郎系を思わせる濃厚な味噌が特徴なので、味噌ラーメン好きなら必ず訪れるべきお店ですね。注意点としては、先に食券を買ってから並ぶスタイルで、食券を買っていないと列の最後に回されるので注意ですよ。2位のフルルさんは動画でもご紹介したお店で、デートや女性同士でも行きたい総合力で僕が一番大好きなお店です。1位の五感さんも動画でご紹介したお店ですね。今年4月のオープンなのに第1位に輝くなんて圧倒的な実力ですよね。休日なら8時30分には整理券を受け取りに行きましょうね。以上、池袋のラーメン紹介でした。皆さんの美味しい一杯の参考になると嬉しいです。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。